やすです。今千葉県の南の方にいるんですけども、ここもともと僕の祖父母が住んでた家なんですけど、数年前から、僕が管理してます。で、今年はここの管理の様子をいっぱい伝えていこうかなと思って、これから見ていってもらえればありがたいです。よろしくお願いします。で、そんなわけで、まずじゃあなんとなく紹介していきたいと思います。そんなわけで、入り口、両サイド生垣なんですけど、結構高いんですよね。僕の身長が180なんですけど、どんぐらいだ？この一番高いところで3メートルちょいかな。で、両サイドどんぐらい？2メーター半ぐらいあるのかな。で、高すぎて枯れないんで、脚立はあるんですけど、毎回乗るのも面倒なんでね、高さを下げたいなと思ってます。僕の目線でここなんで、これぐらいだったら、脚立乗らないでも枯れるんで、2メートル以下、180ぐらいで切りたいなと思ってます。で、ちょうど時期なんでね、春のうちに切っちゃいたいなと思います。夏に向かってね、成長してもらうために。そんな感じですかね。で、次行きましょう。すぐ横。昔はちゃんとした花壇みたいにいろいろ植えてたっぽいんですけど、あの辺によくわかんないのが生えてるぐらいで、この辺のね、なんかね、嫌なんですよ。この花壇の枠というか、この枠取り替えてもっと見栄えいい感じ。あとね、この辺から砂漏れちゃうんで、そこも全部直したいなと思います。これ結構庭の至るところにこの切り株、こっちにもあるんですけど、これ抜きたいよね。抜こうかなと思います。で、ここ入り口のところなんですけど、ここのね、結構段差があるんですよ。こう何回も工事されて、コンクリがね、なんか中途半端な感じにこう何層にも重なってるんで、この辺を全部きれいにしてやりたいなと思います。で、せっかくなんでこの入り口2メートルぐらいですかね、アプローチみたいにちゃんと入り口っぽい地面にしたいなと思います。そこもね、ちょっと段差でデコボコしてるんで直したいなと思いますね。入り口入って左になるんですけど、こっちにも切り株があるんです。で、続いてこの辺いろいろ植えてあるんですけど、全部親父の趣味でやってあるやつなんで、この辺はちょっと手つけらんないんですけど、雑草生えやすいところがあったりとかして、いわゆる固まる土みたいな、固まる砂みたいなやつで、あれですね、マサオとかなんかその辺です。その辺で仕上げてしまいたいなと思います。で、同じ形でこっちは隣の家との境界の生垣なんですけど、結構ね、根元のところに雑草生えちゃうんですよ。で、生垣の根元だからすごくやりにくくて、なのでここも固まる砂で、固めちゃって雑草生えにくくしたいなと思ってます。じゃあ次へ行こう。で、このゴムのシートが敷いてあるところなんですけど、僕の実家の方でですね、鯉を飼ってまして、だいぶでっかくなっちゃって狭そうだから、こっちに池を作って引っ越しさせようって言ってるんで、多分この辺に池を作ることになるかと思います。こっちに井戸があるんでね、ここから水を引けたら最高ですね。じゃあ次へ行きましょう。で、基本的には地面芝生になってるんだけど、真ん中から左は勝手に伸びてきたところです。なんで下が採石とか砂利とかであんまり環境良くないんですけど、その分あんまり刈らないでね住んでるんですけど、広がってってくれてるんでいいかなと思います。こっちが
家に対してメインの方の庭なんですけど、なんでこんな中途半端なところにプランターが置いてあるかっていうと、いろいろ、バイクで来る人、車で来る人、配達員さんだったりいろいろねな方が来るんですけど、玄関の前まで車やバイクで入ってくる人たちがいたんで、ポストをこっちに出したんですけど、それでもね直接用がある人は結局インターホンを押さなきゃいけないんで、結局ね玄関の前までバイクや車が入ってくるっていう感じになっちゃったんで、車やバイクが入れないように、あんまり入ってきてほしくないんで、こういう風にプランターを置いてるんですけど、完全プランターなんでね、花すぐ枯れちゃうんですよ。なので撤去したいなと思います。代わりに侵入禁止みたいなこう簡単に持ち上げられつつ移動させられつつみたいなバリケードみたいなものをここに作って置いておきたいなと思います。この辺も全部親父の趣味でやってる植木なんですけど、プラムに金柑に梅ですね。いやもう竹生えてきてるなでこっち、ここもねさっきの隣の家の生垣に続きなんですけど、こっちはねもう竹がだいぶ侵食してて、去年結構切ったんですけど、もうまた伸びてきてて、あとは昔の生垣のでかい木がね枯れちゃってるんで、ここも綺麗に入れ替えたいなと思います。これは大仕事ですよこんなサイズの木を切って抜いて植え替えですからね。で表側はそんなところなんですけど、一番大変なのがこの芝生だね。元気に綺麗な芝生にしたいなと。去年がね忙しくてこっちを構ってあげられなかったもんで、雑草すごいことになっちゃったんですよね。で結構荒れて地面もねデコボコになったりとかだったんで、今年は綺麗にしてあげたいなと思います。裏がまだある倉庫なんですけど、物入りきなくて鍵つけてこうやって外にまだ物を置いてたり、あとはそうだね、こう薪がねこんな感じで置かれてたりして、ちょっと雑然としてるんで全部片付けたいなと思います。で今度こっち逆側の家の生垣の方なんですけど、地面の下だけきれいにしたいなと思います。あと見てご覧のように竹、後ろ側は竹なんですね。なんだっけ、根だけだったっけかな。ここにいっぱい生えてるよと。でこっちも竹なんです。綺麗に見た目がいいんで、これはこっちで残したいんで間引いてる感じなんですけど、こっちはね大部分を切りたいんですよね。一人じゃちょっとやりきれないので手伝ってくれる人を募集してます。裏に出ますと、隣の方に雑草の管理だけお願いしてます。でこっちが家の真裏のところですね。すごいんですよどれぐらいすごいかちょっと伝わらないかもしれないですけど、この竹が1本10メーターとかなんですかね。梅が3本あるんですけど、日が当たんなくてねちょっと元気なくなっちゃうんで、これを最終的には半分ぐらいまで全部間引いてしまいたいんですね。何本あるのかはもうちょっと分かんないです。あと奥に椿とかもあるんですけど、それを出したいなっていうのとっていう感じですかね。いろいろねやれたらいいなと思うんで手を入れていきたいですねっていう感じで僕がずっと管理してます。そんなわけでぐるっと回ってきましたけど、やることが結構あるんですよ。あとまだ家の中はねちょっといろんな荷物があったりとかで見せられてないんですけど、家の中もねちょっと床がきしんできてたりとか、なんでだってこのうち僕が生まれる前に建ってるんで築50年とかになるのかな。中はリフォーム入れて
あるんで綺麗は綺麗なんですけど、大元のところでちょっと直さなきゃいけない部分とかが出てるのかなと思います。あとは、ね、外の水道の周りだとか、あと枯れた草を置いとく場所だとか、外壁もそうだね、多分もう10年とか塗ってないはずなんで、その辺も綺麗にしなきゃいけないかな。この辺りだとか、ゆくゆくは全部もっと綺麗にしていきたいなと思います。親父が満足しつつ俺の趣味に寄せるようなのをしばらくやっていこうかなと思います。そんなわけで、まずはうちの紹介でした。ありがとうございました。